ようこそ。ありがとう。ローランドの引き止め方脅しじゃん。ローランドって余計な一言多いと思う。ローランドさんが本当にやつれて見える。結論から言うとローランドは何がしたいの？今が融資と心中する時か。しかし当のローランドはというと、もっとこれ以上、今表面張力ぐらいなのにまだね。いつものローランドのままだった。おじさんっぽいか。一緒のお願いしていい？一緒のお願いしていい？そう、オラオラ系のレジスタンスはここ大阪から始まった。たつき自己紹介してちゃんと。新しい子です。僕はここにいたいな、ここに在籍したいな、細人生。関西中から集まった売れっ子集団。その移籍条件には鉄の掟が。どんな5億円プレイヤー来ようが、もうどんだけ肩書きやろうと絶対掃除組からなんですよ。ローランドの王様ゲーム。大阪南のど真ん中にレッドカーペットを敷いたのは、そう、ローランド。ザクラブ大阪。よろしくお願いします。営業開始2時間前。普通のお店だとこんなに早くに大勢のホストが集まることはめったにない。サービスってそもそもなんだけど、どういうもんかっていうのは理解してます？皆さんしてる？意識してやってる？やっぱサービスってそもそもなんだけども、目配り気配り、心配りが大事って言われてて、みんな補充するでしょ。飲み物とか補充するときにさ、バンバンさ激しかったりしない？大丈夫？その辺ってこれ飲み物とかって全部一個一個お客様に提供するものなわけ。別にお客様からしたら補充してる姿なんて見てないしわからないじゃん、ね、だけどそれも全部心配りなわけよ。お客様に提供するものだから丁寧に一個一個扱おうとかさ。もうでもこれができてこそじゃないとプロと言えないと思うし、もう一流になんかなれないから絶対に、一流とは何か。ローランドグループ最年長みそじホストが営業までに徹底的に叩き込む。ちょっといいですか。ローテーションで皆さんやってるってことですか？そうですね、先月あたりからそういう流れになってて、今日はあいつさんで、また来週はまた別の幹部が講習っていう形で。どのくらいのスパンでやってるんですか？でも今月は今週来週再来週って週に1回。1年前のれんを掲げた大阪店。急な話で新人だらけの素人集団だった。だから立ち上げ責任者の有志はゼロからローランドイズムをすり込んでいくしかなかった。モンティ、すいません、シャンパンコール練習してたけど、本番やってみてできなかった、そうお前の努力不足や、練習不足やで。何研修してたのっていうレベル。全然教えられてないと思う。そんな素人集団がじゃあレイヤ火のつけ方教えたよな。オープンから半年足らずで挑んだ3店舗対抗売上バトルで総合優勝に輝いたのはザ・クラブ大阪です。おめでとうございます。元芸人や大学生も売れっ子に成長。すでにお店の売り上げは月間で1億円を超えているという。普通のやつ1個と、すみません、そちらが5個からの販売5個、5個と、あとチョコ5個チョコ5個で以上で。はい、ありがとうございます。
講習を終えたみそじホスト綾人、差し入れ片手にあるお店へ。やり行こうと思ったんですけど、その前ちょっと難波店の方寄ろうと思って。営業前になんとローランドが経営する脱毛サロンに、これから脱毛？すると意外な理由が。めちゃめちゃ綺麗ですね。古かったんで久しぶりにちょっと難波の方来たいなってことで差し入れ持ってきたんですけど。ありがとうございます。以前の綾人、見覚えあるだろうか。でもすごいですね。めっちゃ普通の人だったね。本当ですか？もう1年経ちましたからね。ホスト辞めてからもう1年。そう、綾人はホストからの脱毛サロン店長からの4年後。そうそう、あやこさん。そうです。お久しぶりです。さんと覚えてます？知ってるんですかね。僕あれです、RBL の、仙台の責任者だった玉井なんですけど、覚えてます？玉井さん？そう。何で持ってきたんですか？悔いを残してやめてしまった部分がたくさんあったんですよ。はい。それをなんかこう自分の中で消化したかったっていうのと、あとは将来考えてなんかこう起業したい気持ちがあったんで、はい。その時にやっぱりこう自分の中で時間をうまく使いながらお金のための仕事を考えた時に、ホストかなと思って。差し入れだけちょっと持ってきたんで、はい。ちょっとクロワッサンなんですけど、よかったら皆さん食べてください。お疲れいただいてありがとうございます。はい、ありがとうございます。お仕事頑張って。ローランドグループの脱毛サロンが移転したと聞きつけ、以前の後輩たちをねぎらっていた。長くつながること、それがローランドのこだわりだ。俺それが7年ぐらい。ありがとう。嬉しいわ。お酒も。お客さんとのつながりも増えてきた。そんな中、密着の直前、代表有志から不穏な一報が届いた。そう、ノアといえば鹿児島県から参りました岩本礼二と申します。今仕事は何してんの？工場勤務。工場にいるんだよな、たま登坂凛とかもさ。そうなんですよ。僕小中同級生で。待って、そうなの？同じ工場？そうです。こんなやつ2人いたの？何その工場？偏差値高い。そんなに偏差値高い。もう合格ではある。公開オーディションで選ばれたホスト未経験者。57万お前いただきました。魂困ってるね、その番号で。体もこんな気持ちがもう。このがむしゃらさを武器に、工場勤務からたった5ヶ月で4桁プレイヤーに大化け。総勢100人を超える3店舗対抗売上バトルでも3位に食い込む大阪店のエース。大阪店最高。これからもナンバーワン店舗で行きましょう。よいしょ。だったはずが、12月が結構2月ぶりにオープンして以来そのナンバー落ちちゃって、売り上げの部分でそのお店の方に貢献できない自分っていうのがすごく自分ってこの店にいる価値あるのかなっていうのですごい12月は悩んでましたね。まだ鹿児島弁も抜けきれない中、お客さんが離れ再び掃除組に転落。何としてもここ大阪にとどまりたい。失礼します。はじめまして。はじめまして。何こそこそ話して。ノアって言います。よろしくお願いします。何が言いたいかって、今日は出会ってくれて本当にありがとう。もうそもそもそうやって興味を持ってくれること自体が僕は嬉しいよ。早く答えろ。大概にせえよ。そんなせかさないで。でも一個気になったら気になっちゃうもんね。そうだよね。
何がおもろいんか僕鹿児島出身だよ。そう鹿児島出身。おお、ここに来てくれたおかげで僕は喋れてる。今一緒のお願いしていい？一緒のお願いしていい？ LINE 聞いていい？ありがと勃発する初回客争奪戦。ベテランも下っ端ホストも独自の戦法で勝負をかける。いいですか？直って言います。よろしくお願いします。お隣ビトンめっちゃ好きなの？さっきからさ、オンザゴートめっちゃモノグラムだと思って。あ、いえいえ、オフショルだ。男の好きな服分かってんな。あ、これ炭酸抜くってことは多分飲む量は多いな。30デニールぐらいかな。30デニールぐらいかな。20か。デニール数言う人初めてやろう。絶対被らんなと思って。妹がさ、こういうのバイトしてて手伝ってたから覚えた。どう並べるか迷ってる。ああ、分けてね。もう俺がいなくなったよ。初来店のお客さんには60分間でおよそ8名のホストが卓に着く。持ち時間はせいぜい7分前後。こうなるとつかみは OK。 元吉本芸人はやっぱり強い。失礼します。いいですか？ご一緒あります。浜口です。お願いします。小学校の頃ようやってた。唇鳴らすより指鳴らす方が多いかも。結構あんま鳴らさん。まあそりゃあんま鳴らさんよな。なんか自己紹介の時とか。あ、ごめんめっちゃごめんな。エイジさん初回めっちゃ多いですね。そうなんです、めっちゃ入れます。ああ、なるほど。いつもこれぐらい入れてますね。初回こんな多い。いつも結構ギリギリパンパンに入れてます。なるほど。はい。ここはまさに戦国時代。初回客争奪戦の勝者は帰り際の送り指名を取ったもの。果たして結構取りますよ僕。あのノアだった。ありがとう。今年初飲み直しありがとう。さらに直結で本指名までゲット。お客さんは帰ることなくそのまま飲み続けることを選んだ。気をつけてね。ありがとう。まだこうしてノアは自分の存在価値を大阪店に知らしめた。ありがとう。目標は2025。何？ある？もっとこれ以上、今表面張力ぐらい溢れさせる。ようこそ。ありがとう。それっていい？いや、いるんだよね。月1回ぐらい来てるから。いや、そうなんだよ。幸せ者め。またね。やはり会長ローランドの影響は桁違い。そんな中あれ慣れ慣れしくお手振り。新しい子です。度胸ありますよね。さつき自己紹介してちゃんと。さっき手振ってきたからなんか大物だなと思って、頑張ろう。お手振りホストさつき、1ヶ月前に他店舗から移籍してきた。実は大阪店は最近大型移籍が多発。しかしそれには常識を超える移籍待遇があった。僕は入った時もともともう掃除組から始まったんで、そのどこに掃除組？あ、ここです。ローランドグループ。掃除組が始まったの？全員そうですよ。どんな5億円プレイヤー来ようが全員がもうどんだけ肩書きやろうと絶対掃除組からなんですよ。それこそ、まあ、よくあるホストクラブの条件付きで入ってるとか、証券客が移籍待遇だとかで、自由出勤とかいろんな条件あるでしょ。でもここはそういうのも全く
全員ゼロなんで、だから僕は一瞬まずそれが魅力的やなと思って。景気が戻った夜の街。近年売れっ子の取り合い合戦が勃発。プロスポーツに引けを取らない巨額の移籍金など好待遇のインフレ化になっているのだが、移籍に関してそういう条件いっぱい他社さんってやってるんですけど、僕たちって一切やってないんですよ。移籍金出さないし、移籍待遇もないし、本当にゼロから来てくださいね。でもなぜ来るかって言ったら、やっぱりそれだけの注目度と色恋だったりとかロマンス詐欺とか去年すごいたくさん流行ったじゃないですか。でこの業界ずっとやってきてる売れっ子のコスさんたちがちょっとこう気づき始めたんですよ。今までのあり方では違うと思う。ただ通って楽しい、来てよかったと思える、店の営業を毎日した先に俺は1億とかグループナンバー1の店舗に戻れるっていうようなところがあると思うんで、ゴール設定間違えないように、あくまでも、売り上げっていうのは俺たちの都合であってお客様の都合じゃないよっていうところを接客の本質立ち返って意識してくれたらいい店になっていくかなと思いますんで。ローランドイズムにはついていけない。今日からやめてほしいって言います。それはただひたすらお客さんが安心して楽しめること。ローランドとユウシはあまりにも頑なに見えた。なぜ移籍したんですか？このローランドグループって結構その今までの店とは全く違うカラーなんで、他のところはまあ売りかけもありで女の子にどれだけ時間使って売り上げ上げるみたいな。ローランドグループって結構リスナー様にこう会ったこともない人、そこでこうドネっていう会ったことない人から売り上げ上げるっていう新しいやり方って結構なんか最先端にいってるなというか。売りかけある店でもありますし、建て替えある店でも正直あるんですよね。じゃなくてめちゃめちゃクリーンでなおかつ誓約書とかもあるじゃないですか。そういうのが一番惹かれたっていうか、僕はここにいたいな、ここに在籍したいな、細人生プラス自分がここやったら、ついてきてくれる女の子に対してなんか自信持って来てよおいでよって言えるなと思って、じゃあユウシ代表から、先にみんなが名前が言っちゃって、じゃあ基礎の話をもう一回とか、いやまだまだ赤ちゃんやなっていう話はいろいろこう話してもらってるんですけど、数字もちゃんと見せつつやっていかないからな、店のこともちゃんと把握してっていうのは僕の仕事かなと思って、でそれはもうちゃんとホストしてんなと思って、なんか燃え上がってんなみたいな、一男としてこう作り上げてくれてんなっていうのがあるんですよ。なんかいろいろコンプラとか言われてちょっとストレスはないですか？僕全くないですね。もう上の方針のなんかその方向性とか理屈とかその筋が通ってなかったら僕も理解したくないし引き受けたくないんですけど、なんか意味とかが全部分かっちゃうんで、はいって感じですね。ローランドのホストクラブに初めて入店するお客さんは必ず誓約書にサインする。昨今問題視されている売りかけの禁止、反社会勢力とのつながりがないことが条件として列挙される。今でこそコンプライアンスに敏感だが、実は6年前から実施。誓約書に同意しない客は断ってきた。俺の理想の出会い言っていい？一緒に本屋行ってて、知らない人なの、他人ね。でこう本取ろうとして同じやつで出会いたい。それ夢見すぎかな。だいぶそれちょっとダメ？すごいわ。本当に1年10ヶ月お世話になりました。いやこちらこそありがとうございました。面接の日から共に過ごしたホストたちの離反。要は俺を外してやりたいのか、もうそこちょっと本音で聞きたいんですよね。3ヶ月だけ残ってほしい。3ヶ月ですか？ああ。でもちょっとあれですね。厳しいですね。ちょっと。ローランドを襲った度重なる悲劇。お金を追ってはダメなんだ。そんなローランドの哲学は
若者にはあまりに遠すぎた。東京大阪間を月に10往復、身を粉にしてローランドに尽くすユウシは一人で年間6億円を売り上げて、ようやくローランドイズムに本気で共感できたという。しかしそんなユウシから耳を疑う話が。こう、ユミとだったりとか頑張ってくれてたんですけど、お休みをいただきたいっていう。なるほどね。そうするユミとは、自分はローランドグループです。あ、そうなんだ。はい。歌舞伎町最後の頼みの綱だったユミと、お前もか。次回。正直言うと、本当に完全なる僕の力不足。とうとう糸が切れた。ありがとう。シック頼んで。ごめんね、急にやめて。あ、いえ、とんでもないです。